障害者は皆殺しにするべきだ。犯人の言葉が大きな議論を巻き起こしたあの事件を皆さんは覚えていますか？遡ることわずか5年前の2016年7月26日未明、事件は神奈川県相模原市の知的障害者福祉施設で起こりました。すぐ来て、やばい、刃物を持った男が暴れている。当直職員から連絡を受けた警察は医師とともに現場に急行。現場となった福祉施設に入ると、そこには恐ろしい光景が広がっていたんです。血で真っ赤に染まった壁や廊下、19人が刺殺された戦後最大の殺人事件、相模原障害者施設殺傷事件です。事件の犯人が判明したのは事件発覚から30分も経過していない頃、なんと逃走していた犯人が自ら出頭したんです。犯人の名は植松聡、当時26歳。速やかに犯人が捕まって植松の素性が明らかになるにつれ、人々は困惑していきます。なぜなら植松はこの施設の元職員だったから。一夜にして19人の命を奪った戦後最大の殺人事件。職員だった植松はなぜこのような凶行に至ってしまったのか。そこには植松がたどり着いた歪んだ思想があったんです。おっさす、マネージャーの仕事は結果を出すこと。ケンちゃんです。やみやみこです。本日皆様にご紹介するのは戦後最大の殺人事件と言われている相模原障害者施設殺傷事件についてなんです。これ元職員の方がさ、犯行に及んだってことはなんか恨みかなんかあったってことだ。そういったね、施設の人たちに対する怨恨があったわけではないんです。なんとですね、この事件、歴史的に有名なね、過激思想の人間ね、影響されているというね、言われている事件なんですけれども、そんな意外な動機から発生してしまったんですけど、早速ね、この事件がなぜ起こってしまったのか見ていきたいと思います。深夜の凶行。遡ること5年前の2016年7月26日に、それが起こってしまったのは神奈川県相模原市にある障害者福祉施設。深夜2時頃、植松は監視の少ない裏口から敷地内へ侵入。入居者が就寝している棟に足を踏み入れます。そして夜勤の職員を見つけ出した植松は刃物で脅しながら職員たちを持参した結束バンドで縛り上げたんです。いや、怖えな。当直職員を拘束し終わった植松はそのまま拘束した職員を連れて入居者の元へ。ベッドで眠る入居者の前に立った植松は職員に尋ねたんです。こいつは喋れるのか。意図がわからない職員は植松を刺激しないように慎重に答えます。いや、その人は喋れない人だ。職員の回答を聞いた植松は入居者を見下ろし、戸惑う職員の目の前で首にナイフを振り下ろしたんです。植松はその職員を連れたまま眠っている入居者を次々刺していきます。植松が喋れない人を選んで殺していると気づいた職員が嘘をついても植松は構わずに殺し続けたんです。こいつも喋れない、こいつも返事がなかった。自ら入居者に声をかけ、返事がなかった人物にはためらいなく刃を突き立てるんです。入居者が寝ているベッドはどんどん血に染まり、植松も床も血だらけ。それでも植松は止まりませんでした。障害者なんていなくなってしまえ。なんとか警察に通報ができ、警察が医者を連れて駆けつけた時には植松はもう立ち去った後でした。わずか1時間足らずの犯行。戦後最大の殺人事件と言われた死傷者の人数は45人。喋れない人を選んで殺すの意味が分かんない。なんでわざわざそんなことしなきゃいけないの。植松ね、部屋に入ってね、障害者の方の名前をなんと呼んで犯行に及んだとも言われていて、もともと働いてたんでね、誰がどんな障害を持ってたかっていうのもね、分かってたかもしれないと言われてるんですよね。それで結局警察は植松を見つけられたわけ。そのままね、植松は刃物を持ってね逃走したんですけど、警察がねその植松を見つけたかと思いきや意外な展開になっていくんです。今施設で起きた事件の犯人は私です。私がやりました。事件発生からすぐ午前3時頃、津久井警察署にそう言って現れた青年がなんと植松。植松は現場から逃走した後、自ら事件を管轄していた警察署に出頭したんです。被害者たちの状況が確認され、午前4時半に緊急逮捕。取り調べでも植松は不審なほど落ち着いていたんです。はい、ナイフで刺したことは間違いありません。罪を認め抵抗する様子もない植松。植松は取り調べの中で施設を辞めさせられて恨んでいたと供述していたんです。しかし一方で職員を殺そうとした様子はありません。なぜなら植松の本当の動機は怨恨などではなかったんです。植松は取り調べの中でこう断言しました。この犯行は日本のために行った。奴らを殺害した俺は救世主だ。どういうこと？実はね、植松が犯行後ね自ら出頭したのには理由があるんです。というのは自分がね正気を保ったままこの事件を起こしてしまったっていうのをね、警察そして世間に分からせるためなんですよ。
どう考えても正気ではなくない、これ。というわけでね、植松が一体どんな人間だったのか、なんでこんなことをしてしまったのか、早速見ていきたいと思います。意欲的で伸びしろがある青年。1990年、植松聡は神奈川県相模原市で誕生しました。幼稚園では素直で可愛らしいと評判で、小学校に入学してからも明るく優しい性格だったというんです。小学校では知的障害があるクラスメートがいたんですが、その児童にも分け隔てなく接していました。中学高校ではバスケ部で熱心に活動する傍ら、学童保育で知的障害がある子供の面倒を見ています。その後、大学を卒業した植松は2012年8月に開催された社会福祉法人神奈川共同会の説明会に参加。この説明会で明るく意欲的で伸びしろがあると判断され、今回の事件が起きてしまった施設に就職することになったんです。植松は知人に仕事が楽しいと語り、障害者は可愛い、今の仕事転職と手振り身振りつけて嬉しそうに話していたというんです。なんかちょっと怖いですけどね。本当にこれが植松なの？まあね、明るくね、元気なね、高青年だってね、言われてたりもしてたんで、そういったね、証言をした方からすると、植松がこんな事件を、まさかと思ったでしょうね。まるで別人なんだけどさ、やっぱりなんか施設で恨みを買うような出来事があったんじゃないの？確かに植松に関してはね、いい証言ももちろんあったんですけど、別の見方による証言もあったんです。明るく優しい性格だったと評される小学生時代の植松。しかし知的障害があるクラスメートと仲良くする反面、作文ではこんなことを書いていたんです。障害者はいらない。いや、怖えよ。中学生になってからは飲酒、喫煙、万引き、器物破損を繰り返し、1学年下の障害者に殴りかかるという事件も起こしているんです。さらに大学では入れ墨を掘り、違法薬物にも手を出し始め、大学卒業後は半グレ組織等と交友関係を持つようになりました。家からは母親と思われる女性の泣き叫ぶ声が聞こえたこともあるようなんです。そんな植松の反社会的な行動は就職後も続いていました。福祉施設で勤務する傍ら、植松は尊敬する入れ墨の彫り師職人のもとに弟子入りをしていたんです。ところが植松は間もなく師匠から破門されます。障害者は皆殺しにすべきだという植松の発言を聞いた師匠が、その発言の異常さから違法薬物を使用していると判断したんです。さらには街中で傷害事件を起こして書類送検されることも。そんな植松の問題行動は私生活だけでなく勤務中にも繰り返されていました。繰り返される入居者に対する暴行や暴言、友人との会話の中でも植松の歪んだ思想は語られていました。意思疎通ができない人は殺した方がいい。自分は選ばれた人間なんだ。政府の命令で障害者を殺すんだ。そうすれば一生遊んで暮らせる金がもらえる。実際に植松からこれらの発言を聞いた一人は、植松と会った後に知人にこんなメールを送っています。もう手遅れだよ。関わらない方がいい。頭がおかしいんだ。何を言っても聞く耳を持たなかった。この歪んだ思想は植松が施設を辞める原因にもなりました。事件が起こる約半年前の2月19日、植松が他人を傷つける恐れがあります。植松の言動に不安を覚えた職員が警察に相談。精神保健指定医によって入院の必要があると診断されたんです。なぜ植松の思想がここまで周囲を警戒させたのか。実は植松が持っていた思想はある人物と同じだったんです。その人物とはアドルフ・ヒトラー。ここでナチスが出てくんの？いや、そうなんですよ。ね、植松のね、発言っていうのはただの過激発言ではなく、ナチスドイツがね標榜していた優生思想にまつわるものだった。優生思想、というわけでね、本日のメトラキーワード、優生思想について。優生思想とは、人類の遺伝的素質を改善することを目的とし、悪質の遺伝的形質を淘汰し、優良なものを保存するという考え方。簡単に言うとですね、優れた人間だけの社会を作って、より優れた人間を作り出していこうということなんです。植松の思想がナチスを連想させたのは、重度の知的障害者は社会の負担になると考え、殺した方が社会のためになると言っていたためなんです。非常に恐ろしい考えですよね。これと同じことをナチスも思想として持っており、障害がある人々を強制的に安楽死させる政策を行っていたんです。実際、植松は犯行の中で、こいつら生きていてもしょうがないと発言し、犯行後に書いていた手記では被害者を神出者と呼び、彼らを殺すことが人類にとって正しい判断だと書いているんです。いや、もうどこまでも下劣というかひどすぎるわよ、これは。いや、そうっすよね。本当にね、障害を持った方を見下す彼の思想っていうのは到底許されるものではないんです。しかしですね、我々もまたね、我々自身をね、顧みる必要があるんじゃないかって僕はね、思うんです。植松の犯行はヘイトクライム、日本語で憎悪犯罪だとも考えられています。特定の属性を持つ人々に対する偏見や憎悪によって引き起こされる犯罪のこと。ヘイトクライムは残念ながら特殊なものではなく、人種、民族、宗教、性的指向などを理由とした嫌がらせや凶悪行為など、今も多くの人が勝手な思い込みで苦しんでいるんです。そうやってね、私たちもついこういう人たちだって一括りにまとめて考えちゃうところもあるけど、そういうのが差別につながってる発端なのかもしれないって思わされるわ、これは。確かにね、身近に
差別なんてないよって言い切っちゃう人いると思うんですけど、やっぱりまだまだね現実世界には差別が跋扈していると思うし、それって差別に気づいてないだけなんじゃないかっていう説もあるんですよね、そういう人って。気づいてないのが一番タッチが悪いわよね、やっぱり。この事件はですね、植松の考え方に注目が集まると同時に、この犯行っていうのは防げたんじゃないかっていうね、社会の声もあって、後にある社会制度が変わるきっかけにもなったんです。見直された公的機関。植松は他人を傷つける可能性が高いと判断され、2016年2月19日に精神保健指定医の診断によって強制的に入院させられることが決定しました。なぜならこの頃の植松の言動は今までよりもさらに過激になり、より具体的になっていたからなんです。植松は同僚に重度の障害者は安楽死させるべきと語り、ニュージャパンオーダーという障害者の殺害、医療大麻の解禁、暴力団の軍隊化などを計画する文書を作成していました。さらに2月14日から15日にかけて衆議院議長公邸に足を運び、犯行予告とも取れる内容の文章を送っていたんです。そしてこの手紙の内容は実際の犯行とほぼ一致ってことはもう植松は事前に知らせてたってことじゃないこれ。いや、そうなんですよ。いやじゃあなんで止められなかったの？手紙を受け取った衆議院は速やかに警察に通報。それを受け取った警察は現場となった福祉施設を訪問し、犯行予告をする手紙が送られたことや手紙の内容、事件が発生した際の対応について話をしました。しかし施設を訪れた警察は手紙の内容は伝えても実際の手紙は見せていなかったんです。さらに福祉施設も警察から情報提供を受けたことを神奈川県に報告していませんでした。植松がこの4日後に強制入院が決定し、施設を辞めていたから。植松が危険な思想を持ち、詳細な犯行予告まで行っているにもかかわらず、退職したことと入院が決まったことで県への報告は不要だと判断されてしまったんです。なんでやねん。しかし事件後に作成された事件に関する検証報告書では、施設の利用者に危害が及ぶ可能性があると伝えられた時点で県に報告しておくことが望ましかったと指摘されているんです。また植松が入院していた病院は尿検査で大麻の陽性反応が見られているにもかかわらず、症状の改善を優先するために警察に通報していませんでした。そしてわずか10日程度しか経っていない3月2日には他人に危害を加える恐れがなくなったとして退院させたんです。事件が起こったのはそれから5ヶ月後のこと。これって完全にさ、病院とか県とか施設とか全てが連携取れてれば防げた話じゃないこれって。いや、もうおっしゃる通りでですね、関係機関の連携がね不十分だったんじゃないかって言われてるんですよね。そして後の検証でね、いろんな不備が指摘されてるんです。逮捕後、弁護士は大麻を使っていたことによる心神喪失を主張したんですが、当の植松は一貫して自分は錯乱状態ではなかったと主張しました。どんな判決が出ても控訴したい。今の日本の法律では人を殺したら刑罰を受けなければならないのは分かっている。実際植松は自ら控訴を取り下げ、第一審の死刑判決を受け入れました。捜査関係者の調査でも、植松が殺害計画に沿った合理的な行動をしていたことが分かっており、心神喪失状態ではなかったと判断されているんです。ということは、植松は優生思想を本当に信じていたとも言えるんです。これは本当に恐ろしいことですよね。逮捕後、植松は被害者遺族に対し、遺族を悲しみと怒りで傷つけたことをお詫びしたいと謝罪の意を述べているんです。しかしながら被害者を殺害したこと自体に対する謝罪の言葉は未だにないんです。そして現在も東京拘置所で収監されています。人間の価値を勝手に決め強行に走った植松。被害者遺族の家族を失った悲しみに理解を示す言動が、より一層被害者の方々を人間だと思っていなかったことを示しているんです。私たち人間はそれぞれできることが異なり、社会を形成して関わり合うことでその不足を補い合っていると僕は思います。そして社会の生産性を上げて利益を生み出す人々がいるおかげで、確かに私たちの生活は便利で豊かなものになっているんですけども、でもね、それだけが幸せではないんですよ。誰かに認められた、感謝された、信頼された、大事な人と同じ時間を過ごした、そういったね、ただ大切な人が存在している、それだけで人間はね、幸せを感じることができるんです。だから植松が考えるよりももっと複雑で、もっと単純で、もうそういう生き物だと思うんですよ。なので勝手にね、人間の価値を決めつけた植松に対して本当にね、もう許せないですよね。僕あんまりこういうことはね、動画で入れないんですけど、しかも植松は不幸慣れしているっていうね、こういうね、遺族のことをね、こういう風に表現してたんです、手記で。もう本当に他人がね、人の命を勝手に線を引く、もうこういったことを今後本当に起きないでほしいと僕は思います。